こんにちは。そして今これを聞いているあなた、ようこそ。ようこそいらっしゃいました。番組を始める前に少し想像してみてほしいんです。パンデミックによって私たちの働き方とか、学び方がどれほど劇的に変化したかということを。そうですね。自宅のデスクが急にオフィスになったりしましたからね。ダイニングテーブルが突然教室に変わったりしましたよね。でもその大混雑の裏側で情報をどう処理してどう教えどう学ぶかというシステム自体がですね、実は密かに確実に進化を遂げていたんです。私たちの目に見える変化、例えば単にズームを使うようになったというようなことのさらに奥深くで根本的なパラダイムシフトが起きていたんですよね。そうなんです。で、今回の深掘りでの私たちのミッションは単なるソフトウェアの紹介ではありません。はい。皮肉なことにこの機器によって強制された自動化とかデジタル化がいかにして私たちが人間らしさを保つための助けになったのか、その驚くべきプロセスを明らかにすることなんです。なかなか深いテーマですね。今回ピックアップした資料なんですが、メインとなるのは2021年に発行された久留米大学コンピュータージャーナル第36巻の論文群です。それと背景の比較として2014年の短い文献も用意しました。2014年というと、e ラーニングといっても、PDF をオンラインに置いておくとか、あくまで授業の補助的な位置づけだった時代ですね。そうなんですよ。でも2021年の資料を見ると状況はもう一変しています。プログラミングで面倒な業務をハックする話から AI を使った最先端の文献検索、さらにはドイツのロックダウンを分析した統計モデルまで生き残りをかけた試行錯誤が詰まっているんです。さて、これを紐解いていきましょよろしくお願いします。まずは現場が直面した現実的なパニックから見ていくのが良さそうですね。そうですね。2014年ののどかな e ラーニングの概念から一転して2020年には突然それが、唯一の生命線になったわけですから。セクション1のテーマは教育現場の悲鳴と Python による業務のハックです。準備期間なんてほぼゼロの状態で全ての教員が完全オンラインの LMS、学習管理システムですね。そこに放り込まれました。はい。論文を読むとその裏側で起きていた手作業の地獄がリアルに伝わってくるんです。手作業の地獄ですか。デジタル化されたはずなのになんだか矛盾していますね。そこが問題なんですよ。システム自体はオンラインでもそれを使う人間側には膨大なマニュアル作業が求められたんです。例えばどういった作業ですか？例えばですね、特定の学生が授業にアクセスしているかログを確認するのに毎回画面を開いて何百人もの学籍番号をキーボードで一つ一つ正しく手入力して検索しなければならなかったんです。それはちょっと想像したくないですね。想像してみてください。今聞いているあなたも毎週何百人もの番号を手打ちするんですよ。私だったら間違いなく2週目でノートパソコンを窓から投げ捨てていると思います。確かにそれは気が狂いそうになります。本来の教えるという仕事から完全に切り離されて、ただのデータ入力マシンになってしまっていますからね。さらに毎回の授業アンケートも悲惨だったんです。アンケートですか？システムから一括ダウンロードはできるんですが、落ちてきた無数のファイルを今度は手作業で、これは A 科目のフォルダ、これは B 科目のフォルダと一つ一つ整理して格納しなければならなかったんです。なるほど。それは苦痛ですね。そこで、ある教員がもうこんなルーチン作業をやってられないと立ち上がりまして、プログラミング言語の Python と Selenium というツールを使って自作の自動化アプリを作ってしまったんです。セレニウムを使ったんですね。少し補足させてもらうと、セレニウムというのは本来ウェブサイトのテストなんかに使われるフレームワークなんです。はい。人間の代わりにブラウザを自動でクリックしたり、文字を入力したりしてくれる、いわば見えないロボットの手のようなものですね。その見えないロボットの手が見事に機能したんです。例えば、出欠状況確認アプリというのを作ったそうなんですが、はい。どんな機能ですか？連続欠席している学生をアルファベットの C を3つで CCC、累積欠席で失格になった学生を X を3つで XXX、そして欠席がギリギリで危ない要注意者を簡単符3つ、つまりスターといった記号でコンソール画面にパッと自動でリストアップするようにしたんです。それは視覚的にすごくわかりやすいですね。これでいちいち画面をクリックして探す必要がなくなりました。さらに
アンケート結果整理アプリでは、毎週のアンケートを自動でダウンロードして、ファイル名を見やすく加工し、科目別のフォルダーに勝手に振り分けてくれるようにしたんです。ここで非常に興味深いのは、この自動化がもたらした効果が単なる時間にとどまらないという点です。時間だけじゃない。論文の筆者も言及していますが、特に高齢の利用者にとって自動化は劇的な変化をもたらしました。高齢の教員にとってですか？具体的にはどういうことでしょう？視力の低下に伴って小さな画面の文字を追ったり、キーボード入力でミスタッチをしていないか常に確認したりすること自体が、実は相当な身体的そして認知的負荷なんですよ。なるほど。人間がやるべきではない摩擦をプログラムに肩代わりさせたことで、教員の精神的な余裕が大きく回復したと評価されています。なるほど。ただ早く仕事が終わったというより、目を凝らして画面を見つめるストレスから解放されたことの方が大きかったんですね。まさにそういうことです。今これを聞いているあなたも毎日の仕事の中で、なんで毎回こんなめんどくさいコピペを繰り返しているんだろうと感じるような自動化できる摩擦がないか、振り返ってみると面白いかもしれませんね。きっと身近にたくさんあるはずです。さて、こうして摩擦を減らして生み出した時間を、今度は実際の学びの場にどう使ったのか。セクション2、遠隔地をつなぐ熱狂と新しいコミュニケーションの形に移りましょう。業務のハックから学習環境そのもののハックへと視点が移るわけですね。そうです。ジャーナルでは e ラーニングの普及によって反転授業の重要性が高まっていると触れられています。反転授業ですね。つまり家で事前にビデオを見て知識をインプットしておいて、実際の授業時間は教員の個別指導や学生同士の共同学習に使うというスタイルです。貴重なリアルタイムで集まる同期の時間を一方的な講義ではなくアウトプットや議論に使うわけですね。そうなんです。そしてそのアクティブラーニングの一環である PBL、プロジェクト型学習ですね。これにおいて大学が用意した従来の LMS ではなく、Slack や Google ドライブといった外部ツールが積極的に活用されている事例が紹介されています。大学の公式システムを使わずにですか？これなぜわざわざ別のツールを使ったんだと思いますか？従来の LMS は先ほどの手作業の地獄の話にもあったように、管理には向いていてもコミュニケーションには不向きだったからではないでしょうか。まさにその通りなんです。論文ではスピード感と心理的ハードルの低さが挙げられています。従来なら教授お世話になっておりますとメールの件名や時効の挨拶を考えていたのがですよ。スラックならスタンプ一つで反応できたり、スマホからチャット感覚ですぐに本題に入れたりしますよね。この気軽さが活発な意見交換を後押ししたんです。コミュニケーションの摩擦を極限まで減らしたことで、学生たちも本来のプロジェクトの議論に集中できたわけですね。その通りです。そしてこのジャーナルで私が個人的に一番ワクワクした事例があるんですよ。何でしょうか？久留米大学のチーム .csb という学生ボランティアサークルがですね、愛知県の瀬戸市と福岡県の久留米大学を Zoom でつないで、小学生向けの遠隔プログラミング講座を実施したんです。愛知と福岡ですか。遠く離れた場所をつなぐテクノロジーの恩恵ですね。具体的にどんな授業をしたんですか？面白いのは、ただ画面越しにコードを書くだけじゃないんです。押しボタン式信号機の動作をプログラミングで再現するというミッションなんですが、そのために4種類もの異なるシングルボードコンピューターを使ったんですよ。シングルボードコンピューター、小さな基板のコンピューターですね。はい。具体的にはマイクロドットビット、サーキットプレイグラウンド、ハローコード、そしてウェブビットの4つです。4種類もですか？でもこれちょっと不思議に思いませんか？なぜわざわざ4種類も別のハードウェアを用意したんでしょうか？1種類の方が教えるのも絶対に簡単ですよね。そうですね。
ただ、単なる機材のリストアップではなく、そこには明確な意図があったはずです。意図ですか？おそらく4つの異なるアーキテクチャを比較することで、同じ信号機を作るという目的でも、テクノロジーによる解決へのアプローチはいくつもあるんだという多様性を小学生に体感させたかったのではないでしょうか。なるほど。デバイスによって光り方や操作感が違うからこそ発見があるんですね。そういうことです。例えば、マイクロドットビットなら、搭載されている25個の赤い LED を使って、丸印と×印を光らせることで、赤信号と緑信号を疑似的に表現したそうなんです。工夫していますね。最初は赤で、ボタンを押すと少し待って緑になり、点滅して赤に戻る。これを手元で実際に動かしたんですよ。これをより大きな視点、全体像と結びつけてみると、この授業デザインの秀逸さが浮かび上がってきますね。秀逸さですか？遠隔授業の最大の弱点は、孤独感や画面の中だけの出来事という希薄さにあるんです。確かにリモートだとどうしても距離を感じますよね。しかし、この事例では、ご当地キャラクターを画面に登場させて、文化祭のような一体感を演出、さらに物理的なハードウェアを用いたことで、デジタルの情報を手元の現実世界へと引っ張り出したんです。なるほど。遠隔授業の限界を見事に突破したアプローチと言えます。自分が書いたプログラムの通りに目の前の基板の LED がピカピカ光ったら、子供たちは絶対に夢中になりますよね。教える側の熱量が画面を超えて伝わってきます。本当に素晴らしい試みだと思います。さて、ここまで個別の学生をどう引きつけるかというミクロな視点を見てきましたが、セクション3ではマクロな視点へと移ります。ここからが本当に面白いところなんですが。いよいよデータサイエンスと AI のアプローチですね。はい。パンデミックという未曾有の危機の中で、世界中から溢れ出すカオスのような膨大なデータを研究者たちはどうナビゲートしていたのかというお話です。気になりますね。まずはコロナ禍におけるデータ分析の事例として、ドイツにおける新型コロナの新規感染者数とロックダウンの効果を客観的に分析した論文が収録されています。ドイツのデータですか？ここで使われているのがマルコフ・レジームスイッチングモデル、略して MRSM という統計手法なんですが、これ正直言ってすごく難しい響きですよね。具体的にこのデータに対して何をしているんでしょうか？名前は少し重々しいですが、概念自体は非常にシンプルなんですよ。そうなんですか？はい。時間の経過とともに背後にある状況、つまりレジームや状態がガラッと切り替わるようなデータを分析するのに適したモデルなんです。ガラッと切り替わる？例えば、感染が爆発している状態 A と落ち着いている状態 B が見えないところでどう確率的に切り替わっているのかを数学的に捉えようとするものです。なるほど。論文で示されているドイツのタイムラインはまさにその切り替わりの連続だったんです。と言いますと、2020年のクリスマスの時期に制限が緩和されて感染者が急増し、その後2021年の2月末に厳格なロックダウンが行われて一旦は減少します。はい。でも3月に再び緩和されると、今度は指数関数的に感染者が跳ね上がってしまったんです。ウイルス側の変異と人間側の政策が複雑に絡み合っていますからね。そして最終的に当初3月28日までの予定だったロックダウンがデルタ株という新たな脅威によって4月18日まで延長され、最終的には6月まで解除されなかったんです。なるほど。このモデルのすごいところは、そういった事実の推移を感情や政治的なイデオロギーを一切排除して、純粋にデータ上のパターンとして客観的に可視化している点ですよね。おっしゃる通りです。政策の良し悪しを議論するのではなく、現実の事象の切り替わりをモデルがいかに正確に捉えられるかという事実が重要なんです。また、複雑な予測モデルだけでなく、データ分析のハードルを下げる動きも紹介されています。例えば、HAD というツールが取り上げられているんですが、これについても少し教えてもらえますか？はい。HAD は Excel 上で動くフリーの統計ソフトなんですが、これの素晴らしいところは、例えば、参要因分散分析といった通常なら高度なプログラミング知識が必要な重い統計分析をですね、一般的な研究者がクリック操作で手軽に行えるようにした点です。つまりデータ分析の民主化ですね。データ分析の民主化、それは素晴らしいですね。そして研究の民主化といえば、もう一つの大きな壁が文献探しです。確かにそれは大きな課題ですね。毎日世界中で発表されるとんでもない数の論文の海の中で、キーワード検索はもう限界を迎えています。
そこでジャーナルが紹介しているのが AI ディスカバリーツールの R、正式には Researcher.life というシステムなんですが、はい。これ検索エンジンの概念をひっくり返すそうですね。どういう仕組みなんですか？通常、私たちは検索窓にキーワードを打ち込んで情報を探しに行きますよね。でも R は逆なんです。逆？最初に自分の関心がある大まかなトピックを選びます。すると AI がいくつか論文を提示してくるので、ユーザーはそれを読んで Like やセーブのボタンを押すんです。SNS みたいですね。ええ。これを3つ以上の論文で行うと AI がなるほどこの人はこういう文脈のこういうニッチな研究に興味があるんだなと背後の意図を学習してくれます。検索キーワードではなく行動から文脈をプロファイリングするわけですね。ちょっと待ってください。ということはつまりユーザーが文献を探すのではなく文献の側からユーザーを探しに来るようなシステムなんですか？まさにその通りです。論文の筆者も日常的な絞り込み検索では絶対にヒットしないような、しかし実は自分の関心にドンピシャな新しい文献が提示されて非常に新鮮な経験だったと語っています。それは画期的ですね。これは重要な問いを投げかけています。人間が一生かかっても読み切れない大量のデータや文献の海の中で AI や統計モデルが単なる計算機を超えてきているということです。計算機を超えて。はい。私たちのために意味のあるパターンや本当に必要な情報を抽出する羅針盤として機能し始めているんです。人間が情報を処理する限界をテクノロジーが見事に補ってくれているんですね。さて、教育現場のハックから遠隔地のコミュニケーション、そしてデータと AI の活用まで様々な角度から DX を見てきましたが、はい。いろいろありましたね。つまりこれは全体として何を意味しているのでしょうか？今回の多様なソースから私たちが得られる最大の教訓。それは、テクノロジーの導入は人間を機械のように扱うためのものではないということです。むしろ私たちが人間らしさを取り戻すためのプロセスでしたね。Python で綿棒な手作業を自動化したのは、教員の視力を守り、心に余裕を持たせるためでした。はい。スラックや小さなコンピューターを使ったのは、離れていても子どもたちにワクワクするような熱量のあるコミュニケーションを届けるためでした。ええ。そして、統計モデルや AI ツールを使うのは、情報の洪水に溺れることなく、真に重要な知見を見つけ出し、人間の思考をより深くするためでした。すべては人間本来の活動に集中するための手段だったんです。人間が摩擦なく、創造的な部分に時間を投資できる環境を作るこそが、真のデジタルトランスフォーメーションだと言えますね。今これを聞いているあなたもぜひ考えてみてください。あなたの毎日の生活や仕事の中でテクノロジーを使って減らせる面倒で機械的な作業はありませんか？きっと見つかるはずです。そして、それによって浮いた時間を誰かとのクリエイティブな交流やあなた自身の深い思考にどう割り当てることができるでしょうか？最後に一つ刺激的な問いを投げかけさせてください。はい、何でしょもし近い将来 AI が私たちが読むべきものをすべて完璧に見つけ出し、自動化スクリプトが面倒な管理業務をすべて裏側でこなすようになったとしたら、その時私たち人間の学ぶこと、あるいは教えることの最も本質的な役割とは一体何として残るのでしょうか？それは本当に考えさせられる問いですね。便利になればなるほど私たち自身の在り方が問われるということですね。まさにそうです。あなたはどう考えますか？ぜひご自身の中でその答えを探ってみてください。それでは今回の深掘りはここまでとなります。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。